んにちは、ゆうかです。今私は東京駅に来ています。今から大阪まで移動するんですけど、今日は初めての新幹線の個室に乗ってみたいと思います。新幹線の個室どういうことって皆さん思ってると思うんですけど、正常です。ご安心ください。私も使ったことがないので、利用方法だったりとかどんな感じかを乗りながらレポートしていきたいと思います。私が乗車するのはこの東海道新幹線ののぞみ73号13時48分発の便です。この新幹線は N700S というタイプで、東海道山陽新幹線の最新型車両になります。個室があるのもこの N700S の一部の車両だけなんですよね。予約するとき結構苦戦しました。それじゃあ早速改札の中にお邪魔していきますか。それじゃあ新幹線が来たので早速乗っていきます。じゃん、こちらですね。真ん中に仕切りがあって 1.5 人分のスペースを使うことができます。新幹線が出発しました。今日も時刻通りです。バイバイ東京。今回私が予約したのは7号車の S ワーク車両という車両なんですよね。この S ワーク車両っていうのはどんな車両かというと、簡単に言うと仕事ができる車両っていう感じなんですよね。ここにも書いてあるんですけど、座席でウェブ会議とか携帯電話の通話は可能なんですよ。だから今日はね、小声でこうやって喋ってるんですけど、一応これは OK だそうです。でもね、周りに迷惑かかんないように小さい声でいきたいと思います。今日はね、一応後ろにはお客さんがいなくて、意外と空いてて、もちろん隣もいなくてぼっちです。でこのシートは S ワーク P シートといって、さっきも言ったんですけど 1.5 人分使えるんですよ。真ん中に仕切りがついていて、こんな感じで個室まで行かないんですけど、ちょっと半個室みたいな感じで作業したりとか、電話したりできるスペースになっています。ちょっともうすでに散らかっちゃってるんですけど、ここはね、物置スペースとして使えて、ドリンクホルダーがあったり、これは後で食べる駅弁を買ってきたんですけど、こんな感じで荷物を置いたりすることもできます。やっぱりビジネスパーソン向けのシートってだけあって、パソコン開いてる方とか電話してる方が多いですね。いや、なんかここにいると仕事しなきゃっていう気分になるね。私も今日はね、仕事ができるパソコンを持参してきました。後で仕事もしたいと思います。ここの前の机でこんな感じで移動してパソコンやったりとかできるみたいです。これ普通のシートってこんな移動できたっけ？7号車だけなのかな？いろいろ話していたらあっという間に品川に到着しました。私普段こだまとか使うことが多くて、のぞみはあんまり乗らないんですよ。実家帰るときは掛川駅なのでこだましか止まらないのでね、基本こだまを使うんですけど、やっぱのぞみは早いですね。この東京品川間は変わらないか。大阪まで多分あっという間だと思うのでね、今日はこの快適な空間を最後まで楽しみたいと思います。動画の冒頭でも言った本題の個室なんですけど、ここにありますビジネスブース。こっちの7号車の S ワーク車両とあっちの8号車のグリーン車の間の通路にあります。それじゃあ早速予約したので入っていきましょう。お、じゃーん。おお、めっちゃ広い。すごーい。ここを貸し切ることができます。中に入るとこんな感じで、さっき予約画面に出てた番号を入力します。初めてPC 作業かな。一応前に知ったな。20代20これでいいのか。これだね。よし、できました。こんな感じで残りの利用時間が出てくるんですけど、私は1時間で予約したのであと59分使えます。ここの個室なんですけど、7号車の S ワーク車両を予約してる人しか使えないんですよ。まず N700S の車両を予約して、さらに7号車を予約することで使うことができます。そして席に着いてから前のポケットに案内の紙があるんですけど、こんな感じでこの QR コードから予約することができます。いや、結構いいですよね。
広さはだいたい 1.5 畳ぐらいあって、こっち側にももう一つ座席があるので、こうして2人で座って利用することもできます。ここの個室には専用の Wi-Fi があって、 SWiFi for Biz っていう Wi-Fi につなげることができます。この Wi-Fi は普通の新幹線 Wi-Fi よりも速いらしいです。そして他にも PC 携帯電話用電源がついていて、コンセントとあとタイプ A とタイプ C を使うことができます。あと一応ドリンクホルダーもついてるので、ここでドリンクも飲むこともできるのかな。ここの場所はちゃんとビジネスブースっていう名前なので、私もしっかり仕事しようと思って今日はね、仕事道具をしっかり持ってきましたよ。あんまり私が編集するとこって見ないでしょ。今日はガチな PC です。普段は MacBook Air を持ち歩くことが多いんですけど、今日は家で使ってるガチなプロの方を持ってきました。やばい、指紋汚い。今日は動画編集とか、あとオンラインショップもやってるんですけど、オンラインショップの整理したりしようと思ってます。ちょうどこの動画が公開される日に新商品も入荷してると思います。それじゃあ Wi-Fi をつなげてみたので、速度テストをしてみようと思います。どうだろう、早いかな。結構トンネル多いからな。あんまり速くなさそう。おー、なるほど。結果が出ました。こんな感じでダウンロードが 0.55、アップロードが 1.45。これはもう望みどころか各駅停車ですね。ガビーン。なんかテザリングで行こっかな。テザリングでもな、やっぱトンネルが多いから安定しないですよね。私がずっと編集してても多分皆さんつまんないと思うので、優香屋さんのグッズのデザインとかちょっと見せたりしようかな。今ちょうどグッズを作っていて、来月キッチンカーに向けていろんなグッズを作ったんですよね。こんな感じで自分で手書きのデザインとかも作ってみたんだよね。可愛くない？今まであんまり手書きのグッズって作ったことなかったから、たまには書いてみようと思って iPad で頑張って書きました。これとか、あと前にすごい好評だったグッズも再入荷しようと思って他のデザインでまた作ってみたりしてるんですよね。それもお楽しみにしてください。他見せれるやつあるかな。昨日の夜作ってたやつ可愛くない？これはオリシャンデザインです。ちょっと見せすぎかな。あんまり見せすぎちゃうとみんなつまんなくなっちゃうかな。この辺までにしておきますね。あとこれと同時にチェキの落書きも進めていて、いつもありがたいことにチェキがすごい人気なんですよ。だからこれから毎月4月分チェキとか5月分チェキって、数量限定にはなるんですけど、毎月出せたらいいなって思ってます。新しい試みです。こんな感じでオンラインショップも充実させようと思ってるので、皆さん楽しみにしていてください。やばい、ずっと作業してたら気持ち悪くなってきた。これ多分進行方向じゃなくてさ、横向きだから結構気持ち悪くなりますね。ようだ。これさ、こっち向きじゃなくてこっち向きだったらよかったのにね。こっち向きにすればさ、2席ぐらい作れたのにね。でもこれは人によると思うんですけどね。私は正面向きじゃないと気持ち悪くなっちゃうタイプです。お金もかかってるから頑張って作業しないと。ここの料金なんですけど、最初の30分までは10分200円で使用することができます。そして30分から60分までは10分300円で使用できます。1時間まで利用できるんですけど、1時間利用した場合の料金は1500円になります。だから私も今回1時間にしたんですけど、1500円かかりました。やばい、あと19分しかない。あっという間だ。多分 RV タープについてるのとかも使うと思います。ここもね、一応トイレがついていて、さっき行ってはないんですけど、見てみたんですよ。だから意外とトイレの心配性もなさそうです。こうやって動画編集してる時に必ず SSD を使うんですけど、このファンの方にいただいたトランセンドっていう SSD がめちゃくちゃ良くて、結構いろんな種類があるんですけど、もうこれが最強すぎて本当に助かってるんですよね。毎回ね、旅行には持ち歩いてます。これは私のチャンネルの心臓です。私は肝臓です。
最近ね SSD 高いですからね。いつでもプレゼントお待ちしてます。たまに車中泊してたまにここは完全個室になってるんですけど、後ろのこの窓も一応スモークガラスになっていて、外からパソコンの画面とかもあんまり見えづらい感じになっています。完全に見えないわけではないんですけど、さっき外から気になって見てみたら文字は読めない程度でした。さっき外で電話してる方もいたんですけど、全然音も聞こえないくらいでした。そもそも新幹線がちょっとうるさいですからね。だからここで喋ってても全然迷惑にはならないと思います。2人で座って会議とかもできるそうなんですけど、私は会議する相手がいないので、こうして編集作業とかに使ったんですけど、いろんな使い方ができそうですよね。あっという間に残り時間があと3分になってしまいました。ということで片付けてさっきの S ワーク車両に戻りたいと思います。終了ボタンを押したらこんな感じで空室になりました。使い心地とか詳しい感想はまた後でゆっくり喋りたいと思います。それじゃあ S ワーク車両に戻ってきたので、お昼ご飯タイムにしたいと思います。じゃん。今日のお昼は牛タンの駅弁です。いつも新幹線乗るときは新幹線乗り場のエスカレーターあるじゃないですか。そこの横に駅弁屋さんがあるんですけど、そこで買っています。今日もそこで買ってきました。それじゃあいただきます。今回は新幹線のビジネスブースの個室を使ってみたんですけど、中にはビジネスブースじゃなくて普通の個室もあったりするみたいなんですよ。この山陽新幹線の700系こだまレールスターの8号車に普通のね4人用のコンパートメントの個室があるそうなんですよ。でもこれはインターネットから予約ができなくて、緑の窓口に行かなきゃいけなくて、私も実は何度か行ったんですよ。で聞いてみたんですけど、1ヶ月先までずっと埋まっていて、なかなか予約は取れないんですよね。いつか乗ってみたいんですよね。でもそこの個室は3人以上からじゃないと予約は取れないので、人を集めるところから始めなきゃいけないんですよね。あと東海道新幹線にも個室が導入されるっていうのを聞いたんですけど、2026年の秋頃から導入されるらしいんですよ。今年ですよね。楽しみだな。1編成にたった2室だけの超プレミア仕様。これも大人気になりそうですよね。個室大好きだからできたら乗りたいな。まもなく名古屋に到着です。そう、私来月ここでキッチンカーイベントをするんですよ。もう本当にここの名古屋駅から徒歩5分くらい、めっちゃ近いとこでやるんですよ。ぜひ皆さん遊びに来てください。名古屋の次は京都に泊まりますね。またまたのぞみかっ飛ばしていきます。まもなく京都です。13番線に到着、お出口は左側です。京都を出ますと次は新大阪に停まります。We will soon make a break at Kyoto Station. The door on the left side will open. はい、ということで今日は新幹線の N700S のビジネスブースの個室を利用してみました。いや、普通にすごかったですね。広々としていて作業もはかどってとても快適でした。ただね、私は進行方向に体が向いてないとちょっとムズムズしちゃうというか、少し気持ち悪くなっちゃったので、それは人それぞれかもしれなかったです。でも本当にすごい快適で良かったです。
あとは個室を使いたい場合はまず S ワークの車両を予約して、さらに個室ブースも予約しなきゃいけないので、最低でもプラス3000円はしなきゃいけないので、ちょっと高いですよね。なので本当に大事な会議とかもう外せない仕事がある時に予約するといいかもしれないです。また新幹線の他のタイプの個室とかも利用してみたいなって思うので、予約方法とかもし何か知ってる方がいたらぜひコメントでお待ちしてます。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。頑張れのぞみ。おお。